こんにちは、岩根です。今回はアニメ業界で使われるな行の用語について解説します。ただ、アニメ用語はそれぞれのスタジオで慣習的に使われていることも多く、人によってはその説明は違うということも起こりうることをご了承ください。このチャンネルでは、お絵描きやアニメ作りに役立つ情報を発信していきたいと思っています。少しでも興味を持っていただけたらチャンネル登録をお願いします。また、必ず使うお約束はできませんし、使っても何のお礼もできませんが、配信で使用可能なオリジナルキャラをお持ちの方は、Twitter の DM でご連絡ください。中1、日本の商業アニメでは、原画マンが動きのポイントになる原画を描き、動画マンが原画マンの指定に従って原画と原画の間をつなぐ動画を描くシステムが一般的です。原画と原画の間に何枚の動画を入れるかは動きによって変化しますが、間の枚数が1枚の場合を中1と呼びます。動画が2枚入るなら中2、3枚なら中3です。では、原画と原画の間に動画が入らない場合、中0と呼ぶかというとそうではなく、中なしと呼ばれます。中 OL、カット内 OL とも呼ばれます。通常 OL はカットとカットのつなぎとして使用されることが多いんですが、カットの中でキャラクター等が OL する場合、混乱を防ぐために中 OL と呼ばれることがあります。中セリフ。体が止まっていて口だけをパクパクさせてセリフを喋る処理を口パクと呼びますが、喋りながら体全体が動く場合、動きの中で喋らせるという意味で中セリフと呼びます。通常口パクでは動画マンは原画の閉じ口と開き口の間に絵を入れるだけですが、中セリフの場合は自分で顔の角度などに合うように開き口、中口、閉じ口を適宜書く必要があります。中割り。原画と原画の間に動画を書くことです。ここから動画を書くことを割ると表現したりもします。普通は原画と原画の間に動画を書きますが、アクションメインのカットなどで中割りが一切入らず、原画だけで成立するカットを全原画と呼びます。この場合、動画の仕事は原画の清書とタイムシートの記入だけです。波ガラス。熱気や水中の表現で使われます。アナログ撮影では波のようにうねったガラスを素材の上に置いて撮影していたのでこう呼ばれます。デジタルではノイズとディスプレイメントマップなどを使ってピントをボケさせたり絵を変形させたりします。なめ。キャラクターを極端にカメラに近い位置に配置し、一部しか映っていない状態を表します。多くの場合、舐めたキャラクターを画面の端に、奥に見せたいキャラクターを配置することで、力関係や正体のわからない不気味さを表現したりします。カメラと舐めたキャラクターの間が照明を置くことができないくらい近いことを表すために、影面積を多くしたり、奥のキャラクターにピントを合わせると舐めたキャラクターの方にピントが合わせられないという意味でピントをぼかしたりして極端にカメラの間近にいることを強調したりもします。二原。第二原画の略。ラフに書かれた第一原画を作画監督や演出の修正指示を考慮して清書することです。僕が仕事を始めた頃は一般的にレイアウト第一原画とその清書である第二原画をセットにして原画という職種だったんですが、主に制作上の都合で第一原画までの作業とその清書である第二原画を別人が担当するというケースが普通になってきました。日化。紙に書かれた動画をスキャンした状態の線は様々なグレーの階調を持つドットの集まりですが、デジタルのセル作成がしやすいように白と黒2つの階調になるように処理をすることを日化と呼びます。通常デジタルのセルはアンチエイリアスをかけず、拡大するとドットがギザギザしている状態で制作されます。この方がバケツツールで色を塗ったり、撮影で特定の色を抜き出すときに便利です。
撮影の最終段階でアンチエイリアス処理をかけることで滑らかな線にします。入射光。画面外からの光が差し込んでくるように見せる手法です。アナログ撮影では黒ベタの上に光る素材を並べて実際に光を反射させてスーパーで撮影していました。デジタル撮影では細長く変形させた複数のノイズの線を扇形に配置して七色をのせたり、フレアのアドオンなどを使って表現します。抜き。1枚のセルに複数のキャラクターが書かれている場合、一見ではそこがキャラクターなのかキャラクターとキャラクターの間の隙間なのかわからない場合があります。そういう場合、ここは隙間ですということを表すために原画に×印をつけたり、影に使用していない色を塗って抜きと追記することで理解しやすくします。逆に自転車など抜き部分が多くて抜き指定が煩雑になりそうな場合は、抜きではない部分に色をつけることもあります。ネガポジ反転。主に演出的な意図で画面の階調を反転させることです。ネガフィルム同様、本来白いところが黒くなり、黒いところが白くなります。現在ではデジタルで多様な合成モードが使えるので、階調の反転以外にも雰囲気を出すためのいろいろな画面作りができます。残し。アニメーションで重力や柔らかさを表現するために爪とともに重要視されるテクニックです。力の伝達に伴って物体の先端が遅れて動きに追従することです。具体的には長い髪や洋服の裾、リボンの先端などでよく使われます。闇雲に残しを入れるとその物体の質感を台無しにしてしまうので、どの程度残すかがアニメーターの腕の見せ所です。ノーマル。特別な指定がない時のキャラクターの基準の色です。ノーマル以外に有形色、夜間色、ブルートーン、ハイコンなど様々な種類があります。ノンモン。おそらく放送上の規定だと思いますが、映像の冒頭12コマ程度全く無音部分を作ることです。普段はほぼ気にすることはありませんが、オープニングなどの作画をする場合、音の鳴り始めを1コマ目ではなく13コマ目に設定する必要があります。今回はナ行のアニメ用語について解説させていただきました。今後も引き続きアニメ用語解説動画を作っていきたいと思っています。次の動画でお会いしましょう。さようなら。